どうもこんにちは、ひげこえです。今回は X100V や XT4 で使っているお気に入りのフィルムシミュレーションのカスタマイズについてシェアしたいと思います。これまでいくつか個別動画をアップしてきていますが、まとめも作っておいた方が見つけやすいかなと思ったので動画を作ってみることにしました。設定のお話だけしたいところではあるんですが、一応どういう方に合う設定かっていうところもお伝えしたいので、僕の考えを軽くお話しします。もしこのような話が必要ないという方は概要欄に目次があるので、お好みの場所からご覧ください。まず被写体ですが、ほぼ家族を撮っています。僕が富士フイルムのカメラで写真を撮る時のコンセプトは JPEG 取って出しですぐに家族と共有できるようにするっていうことが大前提です。写欲を満たすだけではなく、家族も違和感なく見れるっていうことを大事にしています。今回の設定はもちろんスナップでも使えるとは思いますが、あっさりめというか素直な写真が多めになるような設定を使っています。もちろん念のため RAW でも保存はしますが、ベースは JPEG を使っています。よくネットで見かける情報としてアンダー目に撮っておいて後から現像で調整をするっていう話もよくありますが、僕はやっていません。そういうやり方が合う合わないとかダメとかいうわけではなくて、家族となるべく早めに共有をすることが前提なんですよね。アンダーで撮ると必ず現像をしないといけなくなってしまうので、まずは JPEG をしっかり見れる写真にしておいて、RAW は念のためっていう感じですね。どちらかといえばオーバー気味の方が写真としては好きなんですけど、これも理由があって、ちょっとハイキーで撮っている方が子供の顔を後から明るくしなくて済むからです。これは僕だけの好みではなくて、奥さんもやっぱり子供の顔は明るい方が好きなので、そういう設定で撮っています。あとはシンプルに面倒くさがりっていうのもあるんですけどね。そういう感じの考えが合うなと思った方は、もしよろしければ最後までご覧になって参考にしてみてください。今回の設定は最新の X トランス4向けの動画になりますが、X トランス3でも使える設定もあるので、X Pro 2とかその辺の機種をお持ちの方もぜひお試しください。使えるものもあると思います。まず一つ目は富士 X ウィークリーのポートラ800風のフィルムシミュレーションです。今一番ハマっていて常に使っているカスタマイズで安定のクラシッククロームベースです。ではまず設定から。フィルムシミュレーションはクラシッククローム、ダイナミックレンジは400、ハイライトプラス1、シャドウ0、カラープラス3、ノイズリダクションマイナス4、シャープネスマイナス2、明瞭度マイナス4、グレインエフェクト強、カラークロームエフェクト強、カラークロームブルー弱、ホワイトバランスは 5200K で、レッドプラス1、ブルーがマイナス5です。ISO はオートで最大 ISO6400 で、露出補正はプラス3分の1からプラス1ぐらいで調整をするっていう感じですね。すっきりした写真になるような印象があって、かなり子供に合うと思います。カラークロームエフェクトやカラークロームブルーも入っていますが、明瞭度がマイナス4ということでこってり感はないような設定になっているかなと思います。ちょっと絞り気味でテンポよく撮影したい時にもおすすめですが、スナップの時はシャドウを変えたりしても面白いかもしれません。ちょっとこってりめに撮るのもいいかなと思います。個人的にはかなり撮りやすい設定ですごくお気に入りなんですが、ホワイトバランスが 5200K なので、室内や日の当たり具合で調整した方がいいかなと思います。5200K から4800とかそれぐらいで調整をして撮ることも多いです。かなりいい設定なのでガンガン試してみてください。2つ目におすすめのフィルムシミュレーションはコダクローム64風の富士 X ウィークリーで紹介をされていたフィルムシミュレーションです。ポートラ800に飽きた時に気分を変えるかっていう感じの時に使っています。ではサクッと設定からお話しします。フィルムシミュレーションはクラシッククローム、ダイナミックレンジは200、ハイライト0、シャドウ0、カラープラス2、ノイズリダクションマイナス4、シャープネスプラス1、明瞭度プラス3、グレインエフェクト弱、カラークロームエフェクト強、カラークロームブルー弱、ホワイトバランスは昼でレッドプラス2、ブルーマイナス5、ISO はオートで最大 ISO は6400が推奨です。露出補正は0からプラス3分の2っていう感じの設定です。ポートラ800と結構数値は似ているかなっていうところも多いんですが、明瞭度がプラス3なのでコダクロームの方がだいぶこってり感があるかなと感じています。富士 X ウィークリーの設定を初めて落とし込んだのがこのコダクロームで、この設定を使ったことで他も試してみようかなっていう気持ちがすごく強くなりました。富士を使っているのにコダックじゃんっていう感じで思って結構感動が大きかったです。3つ目は一番失敗が少ないと思っている設定で、人肌クラシックっていう設定です。X トランス4でも X トランス3でも使うことができるカスタマイズなので、X100F の頃から僕が使っている設定です。では詳細設定から。フィルムシミュレーションはクラシッククローム、ダイナミックレンジ400、ハイライト0、シャドウマイナス1、カラープラス1、ノイズリダクションマイナス2、シャープネスプラス1、明瞭度、カラークロームエフェクト、カラークロームブルー、この3点は X トランス3ではないので全てオフ。グレインエフェクトもオフ。あとはホワイトバランスなどの細かい設定もないです。
個人的には露出補正はプラス3分の2とかプラス3分の1とかその辺で撮っています。困った時は失敗したくない時に特に使っていて、あとは奥さんに X100V を渡す時や誕生日の写真などそういうのを撮る時にかなり使っている設定です。やっぱり人肌クラシックっていうぐらいなので、肌を綺麗に撮りたいとかそういうシーンによく使っています。 X トランス3向けに作られているので、カラークローム系や明瞭度の設定はオフになっていますが、 X トランス4で使う場合はシーンによってちょっと調整してみるっていうのも面白いかなと思います。これまで紹介してきた他の設定が人肌が綺麗ではないというわけではありませんが、ダントツで人肌が綺麗に映る印象がありますし、人肌が綺麗でなおかつクラシッククローム感も残っているので、とてもお気に入りの設定です。 X100F を使っている頃から活用している設定で、メガネ屋モアイさんという方のブログを拝見して以来使い続けています。概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。4つ目はエテルナをカスタマイズして使っている設定で、やっとですが自分で作った設定になります。名前は E-ヒゲっていう風な感じで付けているんですが、もし使ってくださる方がいらっしゃったら、いいヒゲではなくエテルナ1とかエテルナ2とかそういう名前を付けて使ってみてください。では設定から。フィルムシミュレーションはエテルナ、ダイナミックレンジは200、ハイライトプラス2、シャドウプラス3、カラープラス3、ノイズリダクションプラス1、シャープネスプラス1、明瞭度0、グレインエフェクトオフ、カラークロームエフェクト強、カラークロームブルー強、ホワイトバランスや ISO 感度などは設定を変えていないので、お好みでもしよかったら調整してみてください。この設定でも露出補正はプラス3分の2とかそのぐらいで撮っています。このカスタマイズを作った時の気持ちとしては、エテルナのシネマライクな感じが子供には合わないなと思って、少しこってりさせたいと思ったんですよね。させたいというかサイドをちょっと上げたいと思ったんですよね。あっさり感は多少残っていますが、結構使いやすいかなと思います。ただ自分で作っておいてなんなんですが、そこまで面白みは感じないので、こちらよりも人肌クラシックを選ぶ時の方が多くなっています。人肌クラシックもあんまりしっくりこないなという時も正直あるので、そういう時にも有効なのがこの設定です。あと番外編なんですが、最後はクラシックネガについて紹介したいところではあるんですけど、未だに僕もいろいろ試しているんですが、なかなか設定を作ることができていないんですよね。そして富士 X ウィークリーでもクラシックネガベースっていうのは結構あるんですけど、それもちょっと合わないなっていう風に僕は思ったりしてます。ストリートスナップを撮るなら使えそうって思う設定は結構あるんですけど、子供にはやっぱり苦手なカスタマイズかなっていう気持ちが拭えないんですよね。そこでこの動画を見ていただいた方で、もしお子さんにも使えるいい設定があるよっていう方がいらっしゃったら、コメント欄で教えていただければ嬉しいなと思います。一応最近自分で作った設定で撮った写真がこんな感じなんですけど、設定を公開するほどでもなくて、あんまりしっくりもきてないんですけど、一応こんな感じです。試してるっていうのがぼちぼちあります。というわけでこんな感じで今回はフィルムシミュレーションのカスタマイズ設定について紹介をしてみました。クラシックネガはいまいちなんですけど、クラシッククロームとかその辺は結構もう何でも使えるかなっていう風に僕は思っています。あとアクロス系とかもあるんですけど、それは汎用性が低いので、もし興味があるっていう方がいらっしゃったらコメントで教えていただければ、ちょっと富士フイルムロースタジオとかで設定をして試してみようかなと思います。富士フイルムのフィルムシミュレーションは他にもアスティアとかプロビアとか他にもありますが、僕はクラシッククローム大好きな人なので、クラシッククロームだけでも楽しめてしまうんですよね。でももしこれをぜひ使ってみてっていう設定があれば教えていただけると嬉しいです。それではこんな感じで今回は終わろうと思いますが、富士フイルムの商品の紹介やレンズレビュー、フィルムカメラの紹介をメインにチャンネル運営をしていきたいと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして今回の動画がもし良かったなと思ったり参考になったなと思った方は、高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。